皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。現在のロシアによるウクライナ侵略、これに大きな転機をもたらそうとしているのがトランプ大統領です。トランプ大統領は大統領選挙を行われている時には、自分が就任したら24時間であっという間にこの問題を解決してみせると豪語しました。実際には全くそうしたことは実現できてはいませんが、この問題に取り組み、状況を変えようと努力していることは明らかです。今回その取り組みとして、実際にプーチン大統領とすでに電話での首脳会談は行っているといった話をし始めています。今回の動画では、ロシアの現状について合わせて解説していこうと思います。まずはトランプ氏の動向について。トランプ氏、プーチン氏と電話した。ウクライナ戦闘終結へ具体的な計画ある。アメリカのニューヨークポストは、トランプ大統領が大統領専用機中で単独インタビューに応じ、ロシアのプーチン大統領とウクライナとの戦闘終結について電話したと明らかにしたと報じた。トランプ氏は、プーチン氏が戦場で人が死ぬのを止めたがっていると強調した。対話の時期や回数など詳細には触れなかった。同氏によると、トランプ氏はプーチン氏との良好な関係を誇示し、戦闘を終わらせる具体的な計画があると主張した。ウクライナのゼレンスキー大統領と交渉し、安全保障に関する支援の見返りに、レアアース、軌道類やガスの供与を求める考えも示した。タス通信によると、ロシアのペスコフ大統領報道官は、プーチン氏とトランプ氏の電話会談について、肯定も否定もできないと述べた。トランプ氏は、日米首脳会談の冒頭で、ゼレンスキー氏と今週会う可能性があると明らかにしていた。ロシア側が今回の交渉に関して特に否定も肯定もしていないことから、実際に何かが決まったというような内容ではなさそうです。トランプ大統領がプーチン大統領との電話会談を行って、今は探りを入れているような状態になるでしょう。しかし、時間の経過というものは今のところトランプ大統領にとっては有利に働いているようです。まず、この交渉を考えるときに一番大事なのは、ロシアという国の状況やロシア軍の状況について理解する必要があります。というのも、アメリカにしてみればこの戦争に直接関わっているわけではありませんから、トランプ大統領には時間が経ったからといって有利不利といったものが別に存在しません。一方で、ロシアにしてみると、まず軍隊について2022年のウクライナへの本格的な侵攻その前と現在の2025年時点における軍事力の比較をした場合において、私はより戦闘力が高かったのは今ではなく2022年の本格的な侵攻前の状態だったと思っています。2022年の本格的な侵攻前であれば、前線の部隊には戦車も装甲車もありましたし、黒海の海軍艦艇も一通り揃っていました。ロシア本国にはソ連時代に作られた戦車や装甲車、自走砲など様々な軍用車両が多く保管されており、それらはアメリカやもしくはヨーロッパと戦うようなことも想定した非常に多数の予備戦力となるような兵器たちが眠り続けていたわけです。それに比べると現在というのは、まずはソ連時代の遺産についてはもはや使い潰したような状態で、兵器の保管庫にはもうサビサビで再生工場に送っても意味がないんじゃないかぐらいのものしか残らないようなところも多数出てきました。そして前線における軍用車両の装備率について言っても大幅に悪化しています。軍用車両があまりにも足らないために民間のファミリーカーに乗って前線へと向かう兵士たちや、最近では航運機をわざわざロシア軍仕様に仕立て上げたといったようなものも出てきていますし、一部の部隊においては物資の輸送にロバを使うといったことなども出始めています。こういったロシア軍の内部の質についての変化といったものを見れば、ロシア軍が少しずつ中身が劣化していることを理解できます。ロシア本国についても同様で、ウクライナに本格的な侵攻をする前と今を比べた場合において、明らかに今の方が状況は悪くなっています。自分たちが軍隊に引っ張られていくかもしれないと考えた、特にある程度のお金や技能を持った人たちはロシア国外へと散っていって多くの人が戻ってはいません。また国家予算の3割にも達した軍事費、この煽りを受けてロシアの公共サービス全体に対する予算の削減といったものも行われていますし、これまで延々と積み立ててきたエネルギー資源を輸出したその利益の積み立て分についても使い込みされて、かなりその大部分を失ってしまいました。そして
多くの兵士たちが死傷することによって、それでもなお攻勢を続けるために、現役世代の人たちを大量に軍隊へと取り込んで前線送りにし、人々を死傷させ続けています。政府がお金をじゃんじゃん使い込みすることによって GDP が増えたといったような形での表面上の話はあるものの、結局のところそれは一時的な競争剤を打ち続けているようなもので、永遠に続けられるような話ではありません。トランプ氏はプーチン氏の発言として、プーチン大統領が戦場で人々が死ぬのを見たがっているといったことを話しているといったような報道内容でしたが、これは彼自身が今の戦場をもはやコントロールできず、このまま戦争が長引けば当然のように人々が亡くなり続けて国力全体が低下し、またロシアの未来自身が自らの手によって閉ざされていくことをさすがに考えざるを得なくなっていることを示していると思います。そしてトランプ氏自身もプーチン大統領に対しての外交カードを今は手にしている状況です。長期戦になることによるロシアの国力低下だけではなく、ウクライナの地下資源がもたらす外交カードです。バイデン政権が続けてきたロシア支援というのはどうしてもある程度の限界がありました。ウクライナに対する軍事支援は2通り。まず第一に、これまでアメリカ軍が購入し続け、保有し続けてきた兵器や弾薬類などをウクライナへと無償供与する。加えて、弾薬類など消耗品について新たに発注し、それらを生産、ウクライナへ供与するというルートです。どちらについても、その予算の大元はアメリカの国家予算であり、ロシアのように軍事予算をどんどんと増やして、ウクライナへと支援するといったことは難しい性質のものです。しかし、トランプ氏は、いやいや、お金を外から持ってくればいいじゃないかという発想から、ウクライナの地下資源を一つの見返りとして考え、その見返り分を得るということを前提にすれば、ウクライナに対する軍事支援はもっと大規模なものができるといったことを想定しています。これまでバイデン政権が行ってきた軍事支援はどうしてもそうしたいつか見返りが来るといったような内容のものではありません。一方でトランプ氏の地下資源を代償とした考え方であれば、ウクライナへの軍事支援は別にどんどんやったとしても最終的に利益が出るのであれば、それは全く問題ないという話へとつながるわけです。ましてや、発注先は全て米国の企業ですから、お金をつぎ込んで、アメリカの企業が儲かって雇用が増えれば、それはトランプ氏自身にとっても偉大なるアメリカの姿を取り戻すための運動としても十分成果を誇れるわけです。その他、ロシア離れを起こしている周辺国の動きも見ておきましょう。バルト三国、ロシア電力網との接続を遮断、エネルギー依存解消へ。リトアニアなどバルト三国はエネルギー分野でのロシアへの依存を解消するため、ロシアの電力網との接続を遮断しました。今後、ヨーロッパ大陸の電力網に接続される予定です。第二次世界大戦中に旧ソビエトに併合され、およそ半世紀にわたって支配されていたバルト三国では、2004年に EU と NATO に加盟した後、ロシアからの電力の購入を停止するなど、エネルギー分野でロシア依存からの脱却を段階的に進めてきました。こうした中、バルト三国は8日、ロシアが管理する電力網との接続を遮断しました。リトアニアのエネルギー省は、エネルギー面での自立に向けた長い道のりを象徴する歴史的かつ実質的な一歩だ。私たちは完全に独立しつつあると話していました。バルト三国はロシアと国境を接しており、一つ一つの国は小さい国です。しかし、これらの国々は、ロシアの危険性については非常に強く意識しており、EU や NATO との関わりを深めてきました。ロシアによるウクライナ侵略というのは、こうした周辺国に対する警戒感を強く持たせる動きでした。そして本来であれば友好国であったはずのアゼルバイジャンとの関係も今や亀裂が走っています。ロシアの南アゼルバイジャンでの出来事、ロシア施設の閉鎖要求、スパイ組織と批判も。アゼルバイジャン外務省は首都バクーにあるロシア情報文化センターを閉鎖するようロシア側に通告したと発表した。重大な法律違反があったという。ロシアによる撃墜とアゼルバイジャン側が批判する同国航空機の墜落が影響しているとみられ、両国関係がさらに冷え込む可能性もある。ロシアの周辺国での変化といえば、中立国であったスウェーデンとフィンランドが NATO 入りを果たしましたし、本来であれば同盟関係であったはずのアルメニアに対しても支援を行わないなど、ロシアの周辺国で中立だった国が中立方針を破棄した上で NATO 入りしたり、同盟国であったものが
同盟国ではないような状態へとなったり、本来であれば友好国であったはずの国がロシアに対して物申すといった状態となったりと、散々な状況となっています。ロシアによるウクライナ侵略、その前の2022年の段階と2025年の今の国際情勢を比較した場合において、ロシアの勢力圏が拡大したと考えている人は、よほど国際情勢についての理解が乏しい人だと言えるでしょう。ただし、だからこそプーチン大統領は、せめてウクライナでの占領地域を拡大させるというその一点については、未だにこだわり続けているところです。トランプ大統領がプーチン大統領と首脳会談を電話で始めたというこの結末についてどうなっていくかはよく見ておかなければなりません。会談が決裂した後においてアメリカからウクライナに対する軍事支援が本格化するのか、それとも何らか交渉が妥結し今の状況とは全く異なる段階へと進むのか、今後の国際秩序の行方にもかかってくる話です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。